はいどうも、今日は黒松、品種名千寿丸ですね、こちらの目摘みをやっていこうと思います。この千寿丸まず見ていただくとすんごい芽がたくさんあるの分かりますよね。こういうのをね八つ房症っていう風に言います。まあ八つ房症の意味に関してはねいろいろこう含む人と含まない人がいると思うんで、僕は単純に芽がたくさん出るものを八つ房症と呼んでます。葉が小さいものは小葉症とかまあね別々に呼ぶようにしてます。こっちが千寿丸でこっちが普通の黒松。まあ大きさが違うんでねなんか寂しげな感じはしますけど、そこじゃなくてここの部分ですね。芽の多さをちょっと見ていただいて、だいたい1つの枝に対して1つか2つぐらいですよね。これが普通の黒松で、これとこれまあ色合いの元気の良さとかの違いちょっとほっといてもらってですね、八つ房症と普通のもの。普通に考えると芽がどこからでもたくさん出るっていうことはどんな形にも作れていいんじゃないかっていうふうに思うじゃないですか。だけどねちょっとなかなかそうもいかなくて、初めてやる方に僕はあんまりこっちはおすすめできないかなと思ってます。やっぱこっちの方がいいんじゃないかなと思います。というのも芽がたくさん出ることのデメリットって何でしょうっていうとこですね。いっぱい芽があるとですね、こういうとこいっぱいありますよね。ほっとくとですねその部分すんごく太くなります。枝がこう伸びていっぱい枝があってぐわーっと伸びれば、枝が伸びてるところは必然的に太くなるので、バランスがねちょっと崩れがちですね。この上のところにこういっぱい芽があるの、これほっとくとここばっか太くなっちゃって、で下はそのままなのに上が太るとバランスおかしくなっちゃうっていうのがあるので、まあそういう意味じゃもともと作るのに慣れてる方はいいと思うんですけれど、そうじゃない方はちょっとこういうの一回置いといて、普通の黒松をですねゆっくり育てて、で自分の作りたい形とかがこうあって思った時にこうすぐ直せるようなね、簡単なやつをやった方がいいんじゃないかなと思います。最初にやってた頃ですね、芽がいっぱい出るの絶対そっちの方がいいじゃんって思ってたんですけど、どうやって作ったらいいかっていうそのルールが自分の中にない時はですね、あれこれ残していいのかな、いやこれは取った方がいいのかなって悩んでる間に、おうおいおいおいちょっといて、はいどうもなんだっけまあそういうルール作りが自分の中でできてない時はですね、なんとなくそれを残しちゃってたので、残しちゃうとそこの枝は伸びる、その枝の周辺は太る、なんか変なバランスになる、テンションが下がる、気持ちも乗らないみたいなねことがあるので、分かんない場合はねちょっとそれは後にしてですねっていうことができる、さっきの一般的な黒松の方がいいかなと思います。これはですねいっぱいある芽がですね一枝について、こう二股でいいのかな、二股に分かれるように芽を取ってます。はい、だいぶ減りました。見た感じはそんなに分かんないと思いますけどね、やった僕としてはもう結構減らしたなーって感じです。こんだけ取りました。こんだけ。そうなると普通の黒松とあんまり変わらなくないですかって感じなんですけど、僕はあんまり混み合ったものよりかはこうシュッとしてるものがね少し枝少ないかなぐらいが好きなので、はいこんな感じで完成です。でついでに普通の黒松とか、赤松とか五葉松もそうか、芽がこう伸びてきてですね、こっち長いこっち短いですよねみたいなことになってきたら、この弱い方に合わせてですね、手でも何でもいいのでこうやるとパキッて折れますから、こんな感じで取ってもらって調整してもらえればなと思います。これもほっとくとねやっぱ伸び伸びになっちゃうので、ある程度は締まった形にできるように少し芽をね摘んであげるといいと思います。これも長いな、少し摘んどこう。どんぐらいにしてるかっていうとですね、そうだな、葉がなんか本当はよいしょ、ずれてた。葉がなんか本当はですね4組とか5組だけ出てそれで止まるぐらいが僕としては好みなんですけど、そんな綺麗にできたりしないので半分とか
強いところは3分の2取っちゃったりとか、弱いとこはそのまま、普通ぐらいのところは半分ぐらいにするかなっていう感じでやってます。初めての方はやっぱこっちから慣れてきたらこうモッサモサをいじるっていうね、そういう楽しみをしてもらえればなと思います。今日もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではまた。